変わらず寝ても覚めてもお正月。トレジャーちいさんです。お仕事はお百姓さんをしながらダンサー、詩人やってます。もともとはおらい往来で警備員さんをしてました。工事現場の仕事とか多かったですね。冬は寒い仕事だよね。警備員さんね、イケてる警備士さんいたらね、見かけたらね、この間なんか踊りながら警備員してる人見つけちゃって、あんまりイケてるからもうバーって、イエーイイエーイって思わず声かけちゃった。向こうもイエーイって手振ってたね。それなんかちょっとでもイケてる警備員さん、それからこの人、しっかり頑張ってんだなって警備員さんに会ったら、どうもありがとうございます、声をかけてあげましょうね。とっても嬉しいんだって声かけてもらうと、往来で凍えてる時とかね、よろしくね。今日は、何を話すか。本日のトレジャーは何かな。イケメ、イケ顔、イケマコト。本日のポイントは3つあります。そのまんまです。今言ったそのまんま。イケメ、イケ顔、イケマコト。なんじゃそりゃね。ついついわしらね、知らない言葉、初めてのものに出会うとね、なんじゃそりゃ、知らんしそんなもんという反応をしてしまう大人多いと思うんですよね。何それ、知らないし、知ってる人たちがいるの？知ってる人たちってそれ何？内輪でなんか知ってるってことはそれなんかやばい話？そういうセクトなんかみたいなね。こう自分が知らないことは大人になればなるほど、つまり頭の中の、大人もいろいろいますよ。だから別の言い方をすれば、頭が硬くなればなるほど、頭がこわばればこわばるほど、新しいものに対してってなってしまう。だからここまで見てくれてる方々は頭がこうちょっと温かい、温かみを持って、頭が温かいって言うとちょっと違うのかな。心の温かい、頭の柔らかい方たちだと思いますので、聞いてくださいね。なんだそのイケメンイケ顔は。これはね、私がこのそもそも外国でこの伸び道あるんですね。そういうのがね、伸び道、今思いつきました。そういう伸び道、茶道とか剣道みたいに伸び道というのを普及させ始めた時に、英語でね、エクスタシーアイズって呼んでたんだ。そう、イケイケの目、エクスタシー、うわ気持ちいいっていう時の目、うわ気持ちいいっていう時の顔、これイケ顔。うわ気持ちいいってこの声が出る、これがイケ声。めちゃくちゃ心地よい時の目がイケメン。うわこれたまらん心地いい時の顔がイケ顔。そしてめちゃめちゃ気持ちいい時に思わず出てしまう声がイケ声。そしてこれね、めちゃめちゃ気持ちいい時だけとは限らないんです。命がバージョンアップしてる時にはついこの目、顔、イケマコト、イケメンイケ顔、イケマコトになってしまう。どういうことか。命がバージョンアップしてる時、人の命はね、動物の命は心地よい時いつでもバージョンアップし続けるんです。痛い時もそうなの。実は痛みから逃れようとしてる時、足をね捻挫した時、ここが痛い、今ここ捻挫した、痛い、指切っちゃった、ここが痛い。これあんまないの。こんなことしてても全然命はバージョンアップしないの。だから痛え、はい、目玉が上を向いている。そして顔がイケ顔になっている。そしてここ痛えっていう代わりに、うわこれすぐ良くなるかも、この声で一言ポジティブなことを言って聞かせてあげるのだ、命にね。命はバージョンアップするとき、苦しいときやっぱりそうなの。悲しくてたまらないとき、今こんなに悲しいってことは、俺は明日はめちゃめちゃ陽気に笑ってるぜで思いっきり、この時も目イケメンですよ。イケメンってのはね、目玉が上を向いてる状態で白目になっちゃうの。だからあんまり人前で白目の癖をつけないようにね。あんまり白目になっちゃうとちょっとなんていうかね、ホラーな感じがするから、だから人前でのマナー、思わずイケメンになった時に周りからドン引かれないように、目は閉じたままイケメンいきます。ポイント一つ目、イケメンです。もうね、寒い日にちょうどいい温度のお風呂に入った時、っていう時意識したら分かるよ。目上向いてるから。
でも夏のね暑い時、そうまああったかいストーブのあったかい部屋とかでもいい、なんか喉乾いたなっていう時にちょうどいい感じで冷えたビールとかね、ちょうどいい感じで冷えてるアイスティーとかを飲んだ瞬間、ああ目上向いてるんですよ。でね、命がバージョンアップ、思いっきしバージョンアップしてる時、つまり心地よい時、痛み苦しみから離れようとしてる時、命は思わずこういく。これなぜかっていうとね、命の根元の命の道経絡人経というのはここで一旦中に入ってこう入っていて、命を組み上げる時、目を上に向けるだけで命が命のエネルギーが、根本的なエネルギーが上昇するんですね。だからね、鬱っぽい人って目玉上向けないの。鬱状態の人っていつでも目玉下の方ばっかり向いてるから、見てみて。上を向いて歩こうなんだよ。いつもね、上向いて上に目を向けてる人、イケメンをね、目をつぶっては人の話を聞きながらもって言ってうなずきときイケメンにするの。1日に15分以上イケメン続けていたらうつ状態になれないから、なかなか。イケメン、これは命、心地よい方へ向かっていつも動いて流れてる命、この命と心地よくアクセスする入り口なの。イケメンね、覚えとこうね。目玉を上に向ける。人前で目を開けたまま目玉を上に向けたりしないようにね。一つ目、イケメンね。試してみてね。ただこう見ててもしょうがないから、もうこの顔もそろそろ見飽きたでしょ、今日も。ね、声を聞きながらイケメン試してみて。思いっきりイケメン試してみて。今目玉上向いてる？目玉が上を向いてるのいいことに、俺思いっきり踊りまくっちゃってるし。ね、そろそろ目開けていいよ。ね、二つ目のポイント。これね、イケ顔。目を上に向けたまま思いっきりカバがあくびをする時の顔、ガオーって思いっきり声出してみて、目を上に向けてガオー、イケ顔になるんだよ。イケ顔、大声を出してなくだって普段からイケ顔してる人っていうのはね、顔面偏差値がどんなにわしみたいに低かったとしても表情偏差値が高くなる、好感度上がる、子供たちに対して好感度上がる。ヒカキンさんの顔だよーね、覚えあるでしょ。ヒカキンさんの顔を見てる人はいつもね、思いっきしああやってね、コリシコリを抜いてるの。頭柔らかくしたいんだったらイケ顔なのね。もう今どんどんイケ顔しちゃって、目を上に向けたままイケ顔試してみてください。どうぞ。目が上向いてる間に俺は思いっきし踊っちゃうぜ。見られてないっていうのは楽なことかもしれないな。目開けてもいいぜ。イケメンイケ顔ね、この顔、これだけでもだいぶ楽になる。首と頸椎と表情筋直結してんだよ。だからイケ顔してると自動的に、イケ顔してると首の周りも緩んで運動能力、感覚能力高まります。そして最強の美容術は何かって言ったら、マッサージとかをするだけではなくて、もちろん天然美容術ですよ。上から塗りたくるだけではなくて、内側からにじみ出てくる美容効果ですよ。これマッサージもするのもいいね。動くマッサージ、運動するの、顔面運動させるの。そして表情偏差値を日頃から高めておくの。思いっきりこの表情偏差値を高め続けている人っていうのは、いわゆる人相のいい顔になってくんだよ。あちこちにいらない緊張がないんだもん。あちこち緊張させたまましかめっ面してる人って、表情偏差値、どんなねイケ顔でも、どんなにイケメンでもイケ顔してない人たちっていうのは表情偏差値が低いんじゃないかと思うの、ね、せっかくイケメンのあなた、せっかく可愛い綺麗なあなた、表情偏差値上げていこうね。話をする時もこうやってどんどん日頃からね、お互いにこういう顔してたら問題ないから、こうやって話せる仲間をね、イケ顔仲間を増やそうね。ポイント3つ目、池誠。人前で変顔ってどうなんだべ。まあそれは相手によるらね。相手がその肩こり首こり喫水症だったら、まあちょっと程よく小出しにしとくみたいな感じで、
相手が子供とかだったらまあね、この顔面偏差値高い人ら、この頭の中柔らけい人の前だったら、まあむしろ喜んでもらえるというかそういう感じじゃねえかね。